風を読んだりとか、あと傾斜を見たりとか、コースマネジメントにも役立ってる。入会されるお客様の約 30% ぐらいが会員様のご紹介で、あなたが〇〇さんですね。店内での会員様同士のコミュニティがすごい。仕事も頑張りゴルフも頑張る、同じような価値観を持った人たちが集まる施設ですから、会員同士の、ビジネスが始まったり、そういう人脈が広がっていく場でもあってほしいと思ったんですよね。世界最大規模ということなんですけど、ちょうど2020年コロナ禍でパチンコ業界かなり深刻なダメージを受けてます。その中でやっぱり一番最初に考えたのが、スクラップ&ビルドです。あとはちょうどそのコロナでゴルフ人口が非常に増えていて、そのタイミングをもって新しい事業をやるんであればインドア施設、インドアの展示がいいんじゃないかというふうに私なりに発想し、特に、狙ったのは、ゴルフの、人口層でピラミッドがありますけども、ピラミッドの上位を獲得できる施設を作ろうと。そうすると、結果としてコストはかかっていく施設になるけども、1号店としては絶対的に理想像に限りなく近いものを作る。そしてハイエンドのお客様からしっかり認めてもらう施設を作ろうということで、こういう形になったわけですけど、それが結果19台だったわけですね。いや、実は大きな課題はありませんで、むしろ有効利用できてるんです。実はこのカーペットなんかもそのまま使ってるんですよ。逆にこういうのがラグジュアリー感が出たりとかで、うまくそこを転用できたかなと思ってるんです。屋内の自走式の立体駐車場ですから、雪による手間ってないんです。で、車から降りたら誰にも見られないでそのままエレベーター乗ってこの店内入ってこれますから、そういうのも非常に利便性という意味では有効だったと思います。私が一番感銘したのは明確な機能面。やはり世界中のトッププレイヤーがこれだけ選んで、そしてそのトッププレイヤーのデータがやっぱりそれだけ数集まってるわけですから、データに偽りはないということなので、絶対的に世界で一番信頼できるデータを出すのはトラックマンだ。決め方で制度はやっぱり、ボールのデータ、クラブのデータ、そしてお客様がアプリでその自分のデータを常に残していける。そしてそれをどんどん時系列で確認できる。そうすることによって1ヶ月前の自分と今の違いを振り返られるということも、大きな決め手とはなりましたね。まずプロのインストラクターが常駐しておりまして、まずはお客様にサンプルでショットを打っていただいて、その中からお客様が改善したいところをヒアリングして、データの中から3点ほど改善項目を見つけて、そこに特化した練習をしていただいております。そこが改善されましたら次の改善点っていう形で取り組んでおりまして、トラックマンのおかげでデータが見える化されてますので、単調な練習でもお客様が飽きずに継続できるっていうメリットがございます。今までの練習って感覚なんですよね。レッスンプロもそうですし、教わる側も納得できる何らかの詳細がないんですよ。で、トラックマンってはっきり数字で現れますから、自分が持っているスイングの課題だったりゴルフの課題に気づきやすくなると。そこで気づきがあればプロとしてもアドバイスのアプローチをしやすい。そしてある程度そういうデータに対する数値の見方が分かってきた時には、今度は共通言語ができるので、共通言語を通じたレッスンに入っていく。そういう意味では、上達に対する大きな役割を持ってると思いますね。僕もジュニアからやってきて、教えてもらう内容ってそのコーチの感覚論だったり、やってよかったものを教わってきたじゃないですか。
なんかこう腑に落ちないでずっといたんですけど、トラックマンが出てから数値で可視化できるようになって、今までこういう機器を使ったレッスンを受けたことないお客様たちは、ああ俺こうなってんだっていうふうに最初みんな驚かれますよね。数値とスイングを見て自分のフォームとか、あと数値を近づけようとすることで盲目的にやってた時よりもどこをどう直したら良くなるのかっていうのが分かりやすいなと思ってます。日本にある恵庭カントリーとか、あと御殿場とかももちろんなんですが、海外のホットバンカーがあるようなコースも経験できるのはすごい楽しいなと思ってやらせていただいてます。実際のコースの練習になると同じクラブを1回しか持てないっていう緊張感と、あと風を読んだりとか、あと傾斜を見たりとかっていうのもしているので、実際のコースに出た時も同じような感じで風を見たり傾斜を見たりっていうことができるようになったので、コースマネジメントにも役立ってるんじゃないかなと思ってます。やっぱり数字でお見せできるっていうところ、その方の現状を伝えることができる。そして変化したビフォーアフターのアフターをお見せすることができるっていうのがやっぱり質の向上になっていると思います。もちろん経験されてる方もたくさん学ぶことはあると思うんですけど、私のように初めから何もわからない状態で始める方は特に変な癖もつかないだろうし、データを見ながらやるのはすごく重要だなと思うので、初心者の方におすすめしたいです。ぜひバーチャルコースをすでに使ってる方もそうなんですけれども、ターゲット練習っていう項目もあるんですよね。そこでやっぱりアプローチの距離感っていうのを磨いてみたり、そういうショートゲームの練習っていうのを重ねることで、スコアが改善される方が多いです。まずコースの映像がすごく綺麗だという感想をいただいております。実際のコースでラウンドしているような感覚を得られるといった声があります。で、もともとうちの会員様についてはゴルフの意識が高い方が多いので、川名とかフェニックスカントリークラブを回ってたりすると、なんかやっぱり実際に行ってみたいなっていう声はいただいておりますね。PGA ツアーの予選会をトラックマンを利用してやってるんですけれども、それがバーチャルゴルフのいいところで、単日ですとやっぱり予定があって来れないって方とかもいらっしゃいますので、長期間設定してお客様の都合のいい時間に参加していただけるっていうところがメリットとしてありますね。バーチャルイベントに参加するお客様の反応につきましては、他のお客様にお勧めしてくださるとか、入会されるお客様の約 30% ぐらいが会員様のご紹介でご入会していただけているような状況です。やはりバーチャルゴルフのトーナメントだとかやることによって、トラックマンネームでこの人いつも上位にいるなっていう潜在的なライバルができるんですよね。で、対面式のイベントをやった時に、あなたが〇〇さんですねっていうトラックマンネームでお互い呼び合いながら店内での会員様同士のコミュニティがすごい拡大して、そのコミュニティが拡大することによってお客様の定着や愛着っていったところにはすごい貢献しております。こちらの施設はその練習をして上手くなってもらうというのはもちろんですけども、ここによる会員間の交流で、ここである意味会員同士のビジネスが始まったり、そういうサロンって言ったら変ですけどね、仕事も頑張りゴルフも頑張る、同じような価値観を持った人たちが集まる施設ですから、そういう意味では人脈も作りやすいのかなって思ったんです最初。でそういう人脈が広がっていく場でもあってほしいと思ったんですよね。具体的には来年以降から本格的に拡大するつもりではいるんですけども、まだまだゴルフの未開の地はあるんで、アジアにしても、そういうところに、インドアで、問題解決するということで、全世界に100店舗展開したいと
思ってます。インドアゴルフ業界もこの先やっぱり淘汰されます。今増え続けてますけど、そうなった時にやっぱり必要とされる施設しか残らないんで、お客様が自分の練習時間と今の実体験に比例するものがあるかどうか、やっぱり練習をし続けたことによってここが確実に上達したりとか、ここが変わったというものがあるかどうか、それをやっぱりインドアで体験できないと本当の施設の価値って生まれないと思うんですよ。でそういうところがこれから大型のインドア施設が実現すべき課題、だと思います。